INFJ と INFP 同じ内向型なのにこんなに違う。夏休み初日の宿題事情 INFJ の場合。よし、夏休みの宿題だ。数学のワークに国語の読書感想文、理科の自由研究。これ全部で何時間かかるんだろう。8月の終わりになってやばい、間に合わないって焦るの絶対嫌だ。今のうちに計画立てよう。数学は1日2ページずつやれば7月中に終わる。読書感想文は来週中に本を読んで、それに友達に宿題教えてって言われるかもしれないしな。よし、最初の1週間で8割終わらせる計画で、これで心配しないで夏休みを楽しめる。夏休み初日の宿題事情は INFP の場合。夏休みの宿題か。正直めんどくさい。今は昨日の続きのアニメ見たいし、気になってる YouTuber の新しい動画も上がってるし、でもやる気はあるんだよ。すっごくある。きっと集中したら一気に終わらせられる。今日はなんか気分じゃないな。雨降ってるし、こういう日は家でゆっくりドラマでも見てよ。もう1週間経ってる。でもまだ7月だし、まだ1ヶ月以上あるじゃん。余裕。きっと8月になったら奇跡が起きて、集中力爆発して全部終わるから。大丈夫。お疲れ様です。会社員ひなたです。INFJ と INFP 同じ夏休みの宿題なのに全然取り組み方は違いましたよね。実はこの違いには深い心理学的な理由があるんです。同じ内向型なのになんでこんなに違うのだ。僕も気になるのだ。それは認知機能という私たちの脳の情報処理パターンが根本的に違うからなんです。 MBTI では人間の思考8つの認知機能で説明しますが、タイプによって得意な機能の組み合わせが異なります。これを理解するとなぜ同じ状況でも行動が変わるのかがすごく納得できるんですよ。 INFJ の認知機能はご覧の通りの4つの順番になっています。 INFJ の場合、最も発達した NI 内向的直感が常に働いています。これは未来を予測して複雑なパターンを読み解く能力に長けた機能なんです。 INFJ が8月末に焦る未来を具体的に想像できたのはこの NI が活発に働いているからなんですね。まるで点と点が線でつながるように漠然とした予感から長期的なビジョンを構築するんです。未来が見えるってことなのだ。すごいのだ。でも友達のことまで考えるのはなぜなのだ。いい質問だね、ズンナも。それが補助機能の FE 外交的感情働きなんです。 INFJ は周りの人の感情や状況を敏感に察知してみんなが困らないようにという思いやりの気持ちで行動します。だから友達に宿題を教えてと言われる可能性まで考慮して先回りで準備するんですよ。これが INFJ の先手必勝型の理由なんです。INFP の認知機能はご覧の通りの4つの順番になっています。一方 INFP は FI 内向的感情が最も発達しています。これは自分の内面的な感情や価値観を非常に大切にする機能なんです。だから今はアニメや動画を見たいというその瞬間の自分の気持ちに正直に従うんですね。 INFP は自分の感情の純粋さを重視するため無理をして行動することに強い抵抗を感じる傾向があります。僕もやりたいこと優先しちゃう気持ちすごくわかるのだ。でもなんで奇跡に期待しちゃうのだ。それが補助機能の NA 外交的直感の働きなんです。この機能は無限の可能性を見つけ出すのが得意で、まだ1ヶ月以上あるしきっとどこかで集中力が爆発するといった楽観的な可能性をたくさん発見するんです。アイデアや妄想が次々と湧いてくるような感覚ですね。これが INFP の直感頼み方になる理由なんです。面白いのはどちらも感情を重視するタイプなんですが、 INFJ の FE はみんなの感情、 INFP の FI は自分の感情を優先するという違いがあるんです。だから同じ感情重視でもアプローチが正反対になるんですね。同じ感情重視でも向く方向が違うのだ。すごく面白いのだ。よし、明日の旅行の準備だ。着替え3日分、下着、充電器、常備薬、OK。そうそう、まるまるちゃん乾燥肌だって言ってたな。保湿クリーム持っていこう。何々くんは車酔いしやすいから酔い止めも。あ、みんなでお菓子食べるかも。ウェットティッシュも必要だね。絆創膏も一応。明日雨かもしれないのか。折りたたみ傘もたくさん持って行った方がいいかな。よし、みんなが困らないように準備できた。これで安心して楽しめる。明日から旅行か。楽しみだったはずなんだけど、なんか急に不安になってきた。飛行機落ちたらどうしよう。みんなと喧嘩したらどうしよう。お腹壊したらこの服で大丈夫かな。やっぱりこっちの方が
いや、でもこれだと寒いかも。やっぱり家が一番落ち着く。行かなくてもいいかな。でも今さらキャンセルできないし、まあなんとかなるでしょう。現地で足りないものは買えばいいし、とりあえず明日の朝に気合で準備しよ同じ旅行準備なのに全然違いましたよね。この認知機能の違いは実は日常生活のあらゆる場面で現れるんです。具体的にはどんな場面で違いが出るのだ？まず時間に対する感覚が根本的に違います。この対比の表を見てみましょう。 INFJ は常に未来志向で、今やっておけば後で楽になるという発想。例えば職場でも締め切りの1週間前には完成させて余裕を持って見直しをします。潜在的な問題点を予測して早い段階で対策を立てようとするんです。僕 INFJ さんと一緒に仕事したいのだ。すごく安心感があるのだ。一方 INFP は現在思考で、今この瞬間の気分を最優先にします。締め切り当日に集中力を爆発させてギリギリで仕上げるパターンがあったりします。でもその集中力は他のタイプには真似できないほど強力なんですよ。どっちも結果は出せるけどプロセスが全然違うのだ。 INFP さんの集中力見てみたいのだ。人間関係でも大きな違いがあります。 INFJ は相手が困る前に先回りしてサポートします。例えば友達が落ち込んでいそうな雰囲気を察知したら、何かあったと声をかけたりさりげなく励ましたりするんです。相手の心の動きを敏感に察知して、今この人は何を求めているんだろうと考えることが多いですね。思いやりがすごいのだ。 INFP はどうなのだ？ INFP は相手から相談された時に深く共感して寄り添います。辛かったね、その気持ちすごくわかると相手の感情に完全に同調して支えるんです。表面的な関係は苦手で、本当に心を開ける相手とは強い絆を築こうとします。 INFP さんといると飾らない自分でいられるのだ。そしてストレス反応も大きく違います。 INFJ は予期しない変更や計画が崩れること、未来への漠然とした不安にストレスを感じます。一方 INFP は強制的なスケジュールや自分の価値観が侵害されること、自由が制限されることに強いストレスを感じるんです。なるほど。だから同じ状況でも感じ方が違うのだ。新しいことに挑戦する時にも面白い違いがあります。例えば新しい語学を学ぶ時、 INFJ は将来この語学を使って海外で仕事をしたいといった具体的な目標を設定し、効率的な学習計画を立てます。テキストやオンライン講座を体系的にこなし、着実にスキルを身につけていくんです。計画的な学びなのだ。 INFP はどうなのだ？ INFP は同じ語学学習でも洋画を字幕なしで見たいとか、好きな海外ドラマのセリフを理解したいといった自分の興味や感情に突き動かされて学び始めます。文法や単語を完璧に覚えるよりも今楽しいと感じる方法で、例えば好きな歌を歌ったり映画を見たりしながら自然と身につけていくんです。その瞬間のワクワク感を大切にするので、型にはまらないユニークな学習方法を見つけ出すこともあります。どっちも素晴らしい学び方なのだ。自分のタイプを知るともっと自分らしく成長できるのだ。まさにその通りです。そして重要なのはどちらも現代社会で非常に価値のある能力だということです。 INFJ の先読み力、思いやり、そして計画的な目標達成能力はチームワークやプロジェクト管理で重宝されます。 INFP の創造性、共感力、そして純粋な探求心はクリエイティブな仕事や人をサポートする職業で力を発揮するんです。お互いの特性を理解し合うことで、なんでこの人はこうするんだろうという疑問は、なるほど、そういう思考パターンなんだという理解に変わります。これが人間関係を円滑にする鍵になるんですね。いかがでしたか？今日の動画を見てあなたはどちらのタイプに近かったですか？先手必勝型の INFJ でしたか？それとも直感頼み型の INFP？ 僕は皆さんの私は〇〇タイプでしたっていうコメントをすごく楽しみにしているのだ。ぜひコメント欄で教えてくださいね。そして私もこういう行動パターンです。こんな体験談がありますといったエピソードも大歓迎です。きっと同じタイプの人同士であるあるって共感できると思います。夏休みの思い出話も聞かせてほしいのだ。宿題を最後まで残しちゃった人、計画通りに終わらせた人、どっちの体験談も面白そうなのだ。そして次回はリクエストの多かった INFJ と INFP の恋愛パターンについて詳しく解説します。同じ内向型でも恋愛となると全然違うアプローチをするんです。デートの誘い方から付き合い方まで驚くほど違うんですよ。恋愛の話も気になるのだ。次回も一緒に学ぶのだ。見逃さないようチャンネル登録ボタンも押してくださいね。そして今日の動画が役に立ったと思ったら高評価もお願いします。皆さんの応援が私たちの動画作りの励みになります。それでは今日もお疲れ様でした。また次回元気にお会いしましょう。またなのだ。コメント待ってるのだ。